皆さんこんにちは、ランタムです。夏の車中泊を快適に過ごす必須アイテムといえばやっぱしエアコンで、僕はねこれまでこれらのエアコンを使って車中泊をしていろんなね実験をしてきたんですけども、家庭用エアコンはよく冷えるんですけども、車内に置くには大きすぎたり音が大きかったり、あとエコフローウェーブの方もよく冷えるんですけども高価だったりしてなかなか手が出しにくいものではあったんですよね。ですんでなんかバランスがいいエアコンっていうのはなかなかないなというふうに思ってましたら、今回なんとエコフローさんから昨年のモデルが進化したエコフローウェーブ2っていうのがね発売されることになりまして、こちらはねもうすでにいろんな情報が出てる頃だとは思うんですけども、エコフローウェーブ2は今までのね車載可能な家庭用エアコン等と比べてどこまでの性能があるのかっていうのがねやっぱし皆さん気になるところだと思いますんで、今回は今までね紹介させてもらったエアコンと比較をしながらエコフローウェーブ2をねしっかりね見ていきたいなというふうに思います。はいということでね比較実験をする前にまずはエコフローウェーブ2のね簡単な説明の方をさせていただきたいと思うんですけども、エコフローウェーブ2は、冷却能力 1500W のポータブルクーラーなんですけども、実はね 1800W の暖房機能も搭載してるんで、冷暖房可能なポータブルエアコンっていう格好にねなってます。で消費電力はね最大で 820W とのことなんですけども、冷房定格入力電力っていうものがありまして、そちらの方は AC でね最大 550W というふうになってるとのことです。で寸法はね 51.8×29.7×33.6 で、重量はね約 14.5kg とのことなんで、同社のねデルタ2とほぼね同じ重さっていう風になってます。で音圧はね 44dB から 56dB となってるんで、簡単に言うとね前回のエコフローウェーブよりも小さくて軽くて静かになってる、しかも暖房付きっていうエアコンになってます。で動作はね AC コンセントからもしくは専用のバッテリーから動作することが可能で、こうやってセットして、さらにね専用のアダプターを差し込むことでこの状態でねバッテリー単体で動かすことも可能で、この使用中に AC コンセントでバッテリーの充電や、この部分にね DC10V のシガーソケットからもしくはソーラーパネルからの充電も可能で、さらにねエコフロー社のデルタ2、デルタマックス、あとデルタプロに関してはサイドにね特殊なポートがあって、こちらからね直接 DC 出力を取り出すことが可能なんですよね。でこういったケーブルがあるんで、このケーブルでこんな感じで接続すると、この状態でね動かすことも可能で、もちろんね通常の AC コンセントでの接続も可能なんですけども、 AC コンセントでデルタ2を接続するとお休みモードでね4時間しか動かないものが、このケーブルだとね効率がいいんで5時間動かすことができるとのことで、デルタマックス2000だったら10時間、さらにデルタプロだったら18時間ね連続稼働ねさせることが可能という風になっているとのことです。これはね他のメーカーさんの電源にはない機能なんで、すごくありがたい機能ですね。でお次はね本体の方を見ていこうと思うんですけども、本体はここが液晶パネルで、これが操作ボタンですね。で風の吹き出し口で、前面のこちらが室内の空気をね取り込んで循環するための吸気口ですね。でこちらがね後ろ側なんですけども、後ろ側は中にねあるコンプレッサーを冷やすためにいいのかなの給排気口で、ここから吸って熱交換して温まった空気をここからね排出するみたいです。だから前半分は室内循環用で、外半分は、熱交換用の吸気排気口という風になってますね。で触ってみないとねわからないんで、ちょっと触ってみましょう。もう電源入れてみます。まずはこちらですね、バッテリーオン。今ね4メモリ中のね2個充電されてますね。でちなみに USB のねタイプ A とタイプ C の出力もあるみたいです。でこの状態でこれでいいのかな。来た。オンになりました。もう回り始めました。すごい。電源オンにしたら小さくねコココココココっていう音が10回ぐらい鳴ったんですけども、その後はねすぐに動き始めました。で音が本当に静か。風はねすごい強力ですね、これは。で液晶はこんな感じで、ここがね静止じゃなくて下肢になってますね。だからねこうねちょっと変える必要がありますね。なるほど。でエコフローウェーブ2はねもちろんアプリにもね連携してるんで、アプリをね追加しましょう。こうですね。そしたらね出ました。エコフローウェーブ2のアプリですね。こちらが静止じゃなくて下肢になっててちょっと分かりづらいんで、まずは直しましょう。こうですね。ピッとこれで OK。出ました。そしたらさすがにねエコフローのアプリは分かりやすいですね。これは上から順に電池残量 28% で
吹き出し口の温度は今もう 7.2 度っていう風になってます。すごいな。7度で、周辺温度はね 24.6 度で、設定温度が今20度になってますね。温度はねこの辺でこうやってから変えれるみたいです。でここでね風量の変更が可能で、手動最大スリープエコっていう風になりますね。であとは冷房もしくはヒーターもしくは風っていう3つの切り替え可能で、ここでね細かい設定が可能とのことです。風の強さは弱もしくは最大もしくはお休みモードがエコの4段階で、細かい風の設定はね家庭用じゃないんで、この辺はちょっと難しいみたいですね。はい、ということで今、マックスに変えてみました。おお、風が強いけども静かですね。なるほど。とりあえずね後で音圧も測ろうと思うんですけども、相当静かです。これだったらね車内でつけて入れてもね静かですね、相当で。スリープモードも静かです。であとはエコモードは音も静かで電力消費量も少ないみたいですね。でちなみにね風の勢いなんですけども、こちら側はね今エコモードでゆっくりなんですけども、後ろ側はね前の倍ぐらいの勢いでね出てます。ですんでこちらはねきちんと排気してやる必要があるんですけども、こんな感じで専用のダクト類がねついてるんで、これを本体にねセットをして部屋の外とか車外に排熱してやれば常にね熱がこもることもないみたいですね。はい。でちなみにねエアコン使用時の消費電力は最大 700W とのことなんですけども、バッテリーのね充電とかもされると思うんで、ちょっとねバッテリーが少ない状態でエアコンを起こしながらの消費電力ねどれぐらいあるのかちょっと見てみたいと思います。よし、はい。そうしたら 780W ぐらいですね。なるほど。これねバッテリーを今つなげてる状態で、バッテリー充電されてる状態ですね。 OK。 じゃあ一旦エアコンを止めて、このバッテリー充電してる状態だとこちらも 786W ですね。なるほど。じゃあ今度はケーブルを外してみると、この状態だと 6W で、じゃあねAC でのね接続した状態で電力消費量がねどれぐらいなのかちょっと見てみたいと思うんですけども、今ねバッテリー抜いてます。この状態でエアコンをオンにすると、はい動き始めました。はい、エアコンがオンになってきたんですけども、急に途中電圧が高くなるようなタイプじゃなくて、ゆっくりね今ワット数が上がってきてます。でしかもねエアコンオフからのオンへの復帰がね今相当早かったです。だから通常のねエアコンとかって切ってから次オンにするまでに5分とかね待機させれる場合があるんですけども、こっちはね今めちゃくちゃ早かったです。10秒ぐらいでした。はい、ということで、5分ほど回してみました。そしたらね電力消費量安定してきたんですけども、こうですね407、8W ぐらいなんですよね。だから風量がね弱の状態だったら実測値で 400W ぐらいですね。でじゃあ次最大にしたら、はい、勢いがね増しました。マックスに切り替えてねこちらの方落ち着きました。吹き出し口の温度はね11度ぐらいあるみたいですね。パワーかけて回ってるんで勢いがねいいんで、少しこの辺はね温度が上がってしまうみたいです。はい、ということでね消費電力落ち着きました。 530W ぐらいですね。で出てきてる風はね11度ぐらいあるんですけども、めちゃめちゃ涼しいです。これはありですね。ちなみにこっち側からね排出されてる熱はすごい暑いです。ですね車の中はねちょっとかなり暑い状態です。わかりました。あ、ここでも切り替えれるんだ。でもこういう風に切り替えれるんだ。 OK です。ちょっとね気になるんで1個だけ実験しましょう。最強状態で回してる時の温度なんですけども、吹き出し口の温度は 13.7 度ですね。 OK に対して排熱の温度は40度超えて43度ぐらいありますね。これはめちゃくちゃ暑いです。なるほど、しっかりね熱交換できてますね。はい。でマックス状態でのね騒音を見てみようと思うんですけども、すごいや、本当に55デシベルだ。1メーターぐらいね離れた状態で55デシベルぐらいです。でも近づいたらね60デシベル超えてました。ちなみに手動モードだと、なるほど、音も静か。 OK。 はい、ということでねちょっと今ねざっと触ってみたんですけども、すごくね省電力でね静かでよく冷えることがね分かりました。ですのでねすごいなとは思うんですけども、僕はね今回今までねレビューしてきたクーラー類と比べて能力的にねどうなのかという部分が比較してみたかったんで、ここからはね皆さんねちょっと気になってる比較実験の方にね移らせてもらいたいなというふうに思います。はい、準備します。はい、ということで、実験の方を開始したいと思うんですけども、左から順番にトートミのスポットクーラーで、こちらがコロナの窓用エアコンで、
こちらがエコフローのウェーブ1で、こっちがエコフローの今回発売されたウェーブ2ですね。で、この4台で、比較実験の方をしていこうと思うんですけども、とりあえずね、まずはね、もう見てわかるように寸法からなんですけども、トートミとコロナは、もう背が高いんで、車の車内にね、結構な存在感がある状態ではあるんですけども、床面積が狭いんで、場所はそう取らないんですよね。でそれに比べて、ウェーブとウェーブ2の方は、床面積はそこそこあるんですけども、背が低くて、ウェーブ2はウェーブ1に比べて、一回り小さくなってるんで、車内のね、置き場所が困らないのと、あと、重量はね、24キロ、21キロ、17.5キロなんですけども、ウェーブ2はね、バッテリー外した状態で 14.5 キロなんで、この全てのエアコンの中で一番軽くて、低重心な感じになってるんで、車にそのまま置いておいても、固定しなくてもね、グラグラしない、車内に置きやすい感じになってますね。で、お次はね、中に入ってるガスなんですけども、ガスは、トートミが R410A っていう冷媒が 380g。で、コロナのウィンドウエアコンは R410A なんですけども、容量は不明なんですよね。で、それに比べてね、エコフローウェーブは R410A が 400g で、トートミよりも多くのガスが入ってる状態ではあるんですけども、ウェーブ2に関しては、最新のね、R290 っていう冷媒のガスが使われてて、こちらがね、130g しか入ってないんですけども、僕もね、よくわからないんですけども、どうやらね、この R290 っていうのは、環境負荷が少なくて冷却能力が高いガスっていうことらしくて、それがね、130g 入ってるとのことです。だからね、ガスの量に関しては、比較はできないんですけども、とりあえず入ってる量が少ないのにから、さっきの実験ではよく冷えたという過去ですね。はい。じゃあ、その冷却能力はっていう話なんですけども、冷却能力は、トートミの場合は 50Hz、要するに東日本では 2000W ですね。で、60Hz では 2200W 出力があって、これがね、実は一番能力の高いエアコンという風になってるんですよね。じゃあ、コロナはと言いますと、50Hz で 1.4kW、1400W ですね。で、60Hz で 1.6kW ですんで、1600W 出力になってて、ウィンドウエアコンはね、大体このスペックでこの能力ではあるんですよね。それに対してね、ウェーブ1は、1200W で、4000BTU とかっていうね、数値で表現されるんですけども、それぐらいの能力なんで、約々ですけども、トートミの半分ぐらいの能力だということなんですよね。で、それに比べてじゃあ今回出たウェーブ2はと言いますと、こちらはね、なんと、冷却能力 1500W なんで、5000BTU もあって、簡単に言うと、コロナのウィンドウエアコンと同じ冷却能力のあるエアコンっていう風になってます。はい。じゃあね、続いて消費電力はと言いますと、トートミは 50Hz で 490W、60Hz で 600W に対して、コロナは 50Hz で 545W、で、60Hz で 625W。で、エコフローウェーブに関しては、AC コンセントの場合だと 700W。で、DC ですね。要するにバッテリーとか、デルタ2とかと接続した場合には、600W の消費電力なんですけども、ウェーブ2は、これがね、ちょっといまいちわからないんですけども、さっき測った感じだと、マックスで 530W ぐらいだったんで、電力消費量はかなり低い部類に入ってるっていう状態になります。はい。ですんで、冷却能力の順位をつけるんであれば、1、2、3、4ですね。っていう格好ではあります。これはスペック上の話です。で、冷房を動かした場合には排水が出るんですけども、こちらの4台はね、すべて全部ノンドレン方式っていう格好で、冷却時に出た水を内部でね、揮発させてから循環されるという方法を取られてます。ただし、ウェーブ2に関しましては、暖房機能があって、暖房時に出る排水っていうのがね、あるらしいんですけども、それは捨てないといけないみたいです。で、あとね、音に関してなんですけども、トートミはね、いまいち覚えたんですけども、結構静かだった覚えがあるんですよね。に対して、コロナは室内側が最大53デシベル。で、背面ですね。排気側が最大64デシベル。で、エコフローウェーブは55デシベル未満っていう風になってるんですけども、ウェーブ2は音圧44デシベルからマックスでも56デシベルとのことで、さっきもね、テストしたんですけども、音はね、本当に静かでした。で、実際に僕はね、これらは車内で使ったんですけども、音の大きさを順位付けするとしたら、静かな順に並べると、1番、2番、3番、4番っていう感じかなという風に思います。コロナはね、結構ガチャガチャうるさいです。はい。でもね、実際にちょっと動かしてみないとわからないと思うんで、順番にね、こっちから順に動かしていきましょう。よし、ということでね、実験をしてみようと思うんですけども、今回ね、3つの実験をね、同時にしていきます。で、1つは、電源をね、オンにした状態で、突入電圧ですね。要するに、ゴンと電力消費量がね、一緒にね、上がるものがあるんですけども、それの有無、それから、マックス状態でのね、風の強さ、それとね、音っていうね、3つを、順にね、計測していきたいと思います。はい。よし。じゃあね、行きましょう。まずはね、トートミから、せーの。はい。
はい、最初にねドンと400とか500ワットぐらい近くまでいきましたね。これからね徐々に電力消費量ね上がっていきます。はい、で風量はねもう強にしましょう。冷房で強です。よし、ということでね、しばらく置いて落ち着いたんで、この方向で実験したいと思います。現在の消費電力は650ワットぐらいですね。風量計と音を測ると思うんですけども、もうね真正面に立った状態で1メートルの距離でね計測してみたいと思います。よし、ということでまずは風力からなんですけども、はい、3.1 メーターですね。最高で OK です。でこの時のね音なんですけども、真正面はね風の音が入っちゃうんで少しずれた状態で計測しますと49ですね。49デシベルです。ですんで、風も強くてね音も静かですね。はい、ちなみにねすごく涼しい風が出てきます。 OK。 よし、じゃあね次は豊臣のスポットクーラーですね。行ってみましょう。はい、オンにしました。そしたらね大丈夫ですよね。一瞬ねドカンと上がるかと思ったんですけども、400ワットぐらいから始まりました。で今はね微風になってるんで一番強い風にしましょう。はい、強風で温度設定を20度一番下げました。で風力はね変わらないんで、もうこの状態で風力見ようと思うんですけども、はい、1メートルの位置で 1.8 ですね。1メートルの距離で 1.8 メーターです。だからねそこまで強い風じゃないです。で風をね出る場所もこんだけの部分しかないんで、ちょっとね突出量が心もとないです。で次は音なんですけども、48デシベルですね。 OK です。はい、ということでね消費電力も落ち着きました。マックスの状態でね630ワットぐらいですね。 OK です。でウィンドウエアコンはね大体どれもこんな感じなんで、お次はねウェーブ1の方に行ってみたいと思います。準備します。よし、じゃあねお次はウェーブ1行ってみましょう。接続してまずはオンで、はい、こうですねオンにしました。突入電圧はねそう高くなくて、電源オン時はね豊臣とコロナは400ワットぐらいあったんですけども、デルタ1の方はね100何ワットぐらいからじわーっとワット数がね上がってこの辺ぐらいまで上がりました。はい、ですので突入電圧は他の2台に比べてね低いみたいですね。 OK。 でまずは風から見てみましょう。ウェーブ1の突出口はこれぐらいなんで結構ね小さめです。で1メートルの時の最大風速ははい、すごいです。3メートルぐらい吹いてますね。最高で3メートルでした。ですね、デルタ1は東都南のね風が出てますね。はい、ただしこの時の音はと言いますと57デシベルありましたね。結構大きいです。で1メートルでねあれぐらいの音なんですけども、車内だったらね音がやっぱしこもってからちょっとうるさいんじゃないかというふうに思います。はい、だからね3台の中では今一番うるさいですね。ちょっとこれは仕方ないのかもしれません。はい、ということでね、消費電力落ち着きました。ちょっと今下がりましたけども、さっきね600ワットで動いてました。だからガンガンに冷やしてる状態は600ワットぐらいまでね消費電力がいるみたいです。ですけどもね、出てくる風は東都やコロナと比べたらそこまで涼しくないです。はい、これね前回レビューした時は涼しいと思ったんですけども、比較してみたらねそうでもないです。はい、じゃあね、いよいよついにねウェーブ2の方の実験行ってみたいと思います。準備します。はい、ということで、ね、準備ができたんで早速ね実験行ってみましょう。まずはね起動時の突入電圧からいきます。せーの。はい、ドカンと上がるんじゃなくてね20ワットぐらいからね徐々に上がっていってます。これは嬉しいですね。で今ね風力が 2個目の段階なんでマックス状態にします。よし、これでねいろいろ実験してみましょう。で吹き出し口はウェーブの倍ぐらいの大きさがあって、ここからねこんな感じでいいのかな、こんな感じで風が出てます。ただしちょっとこっち側になんかひねってるような感じがありますね。風が出てる範囲はこっちはなくってなんかこの辺に来てますね。ですね、見てもらうと真正面の状態でもここは風が吹いてなくて、ずれていくとこの辺で風が吹いてますね。はい、でこの辺に来るとまた外れてます。この辺は吹いてるけども
この辺は風が来てないですね。風が、ね、ちょっと斜めに出てるみたいですね。はい。でちなみにね、この風の向きは内側では変えられないみたいですね。なるほど。すいません、忖度なしレビューなんでね、全部イテクスタイルです。はい。で風が多分ですけどもね、ここをね倒せば倒すほど強くなると思うんで、どうですかね、遠くにちょっと届かしたいんで、少し寝かしで行かせてもらいます。はい、来ました。風速ね2メーターぐらい出てますね。風速はマックス状態2メーターです。で音なんですけども、音はね風をちょっと直に当てない場所で計測しようと思うんですが、ここで計測してみると、はい、55デシベルですね。音はねちょっと大きめです。なんですけども、ウェーブ1に比べてねガラガラっていうような音がしてないんで、これはね車内で回しても結構静かなね音なんじゃないかというふうに思います。はい、ということでね、しばらく回したらね消費電力落ち着きました。今ね500ワットなんですけども、最大でね520ワットまで行きました。ですのでね、この4台の中では一番ね消費電力低かったです。はい。で冷たさなんですけども、これはね結構冷たくってかなり涼しい風が出てきてるんですけども、忖度なしに順位付けするとしたら遠飛びがぶっちぎりで冷たい風が出るんですよね。これは冷却能力高いんでなんですけども、コロナとエコフローのウェーブ2は同着ぐらいのね冷却能力だなというふうな感じがあって、でこの4台の中ではねウェーブ1がね一番ちょっと冷却能力乏しいかなというような感じではありました。はい。これはねちょっと仕方がないことかもしれません。でちなみに今出てきているところの吹き出し口の温度は一番低いところで7度ぐらいです。すごく冷たい風を作り出してるけども、勢いが強いんで遠飛びまではね冷えてないかなというような感じではあります。はい。よし、こんな感じですかね。じゃあね、飛びます。はい、ということでね、4台のね比較実験終了です。で結果的にねどうだったかというと、風が一番強かったのは遠飛びで、音が一番小さかったのがコロナで、消費電力が一番少なかったのがウェーブ2っていう格好で、冷却にね順位つけるとしたら1位、同着2位の4位といった格好で、全てをね総括した上で忖度なしにね順位付けしてみると、1位と飛び、2位エコフローウェーブ2で、3位がコロナの窓用エアコンで、4位がエコフローウェーブというのね格好にさせていただければと思います。でこの結果はね僕の独断の偏見なんで、使う人によってはねいやこっちの方がいいっていうのがあると思うんですけども、あくまでもね僕が今回実験した結果というふうにね思ってもらえればありがたいです。で正直なところ、このねやっぱしフルサイズのエアコンは冷却能力すごいなというふうなのがあったんですけども、逆にねこれだけ小さいボディなのにエコフローウェーブ2はめちゃめちゃ冷えてたんで、正直ねこれはすごくいいエアコンで、エコフローのねデルタ2とかマックスとかプロで持たれてる方で、夏のエアコンどれにしようかなと思われてる方は間違いなくねウェーブ2、音も静かで消費電力も低くてよく冷えるというエアコンではありましたんで、エコフローウェーブ2ねすごくいいエアコンだと思いますんで、例えばですけどもエアコンのついてないキャンピングカーに乗れてる方とか、デルタ2とかデルタマックス、デルタプロをねお持ちの方にはすごくねいいエアコンになってましたんで、皆さんね今回の動画見てね結構安いと思われましたらね、動画の概要欄の方にリンク貼ってありますんで、そちらの方から商品のね詳細の方を確認されて、ぜひね購入検討されてみてください。個人的にはね相当おすすめなエアコンだと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。倉庫は相当暑かったです。